市役所からの電話で市営住宅で孤独死があって、近隣の住民から氏が湧いたりとか匂いがあってということで出動要請かな、なんとか処理してほしい、応急処置でもやってほしいっていう連絡でした。緊急ということなので、今現場の方に行ける者がいない。ちょっとこれから段取りして出動したいと思います。今ざっくり多分5年ぶりぐらいなんじゃないかなと思います。あれ、氏がいないな。ここが人が倒れていた場所ですよね。よく見ると人型が残っているのがわかります。今回亡くなったのは高齢の男性、30年以上この部屋に住んでいたらしいです。市の定期的な見守りで発見になったようですが、すでに亡くなってから1ヶ月近く経っていたそうです。公営住宅では契約するときに保証人を立てることが多くなってます。今回のように長い間入居されてると、保証人がすでに亡くなってたりとか、連絡が取れなくなってしまったりとか、そういったケースが多くなる可能性があります。そういう時には住宅の現状復帰の費を支払う人が見つからなくて、部屋がそのまま放置されてしまうことになってしまいます。こういうのを遺品部屋というふうに呼んでいます。遺品だけが放置されて数年、長い時には10年とかそのまま放置されてしまうっていうことが問題になってきています。公営住宅なので親族が見つからなければ、最終的には市が負担して清掃片付けを行うことになります。遺品部屋の片付けは決して安い金額にはならないと思います。孤独死が増えている昨今では、いかに孤独死を減らしていくかっていうのは財政的な面でも自治体にとって大きな課題になっています。相続放棄になると、今まで入居していた方の負担、その方の相続人がいないってなれば、その方の面倒を市はそもそも見る必要はないんだけど、物件を管理している立場として、大家さんの負担として市が処理しなければならない、費用を負担しなければならないっていう状況になってしまう。相続するにしても1年2年とかっていうかかる。で、相続人が相続放棄を宣言すればいいんだけど、それすらしないってなると、相続人を探すことも大変で、保証人が必ずしも相続人になってない場合もあるし、保証人以外にも相続人が何人もいる、可能性がある人が何人もいる場合があるので、その調査でも時間かかる。今
保険とかそういうのが出てきてて、亡くなった方が確認できればその部分でもう相続権とかを放棄してお片付け代を別の保険で補填して亡くなった人の意向で片付けを出ますっていう形のところが取れる保険なんかがあるので、そうすると家賃の不動産も回転できるし、遺品のところもリユースもうまく活用できるっていうことになるので、いいことが回っていくのかなと思ってます。応急処置のみという形です、ね。なるほど。後々市と相談しながら、あと親族の方が、連絡取れ次第、別途家財整理の方の対応っていう形に流れていくと思います。お疲れ様でした。